皆さん、こんにちは。こら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 どうせ人のネタパクるんやったらもうちょっとちゃんとやれよということで、すいません、中途半端なネタで始まりました。こんにちは、車いじりバカです。寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はビートのタイミングベルトの交換に挑んでるんですけれども、前回の動画通りビートくんがあの手この手で困らせてくるのと、冬で日が短いのと、週末だけ雨に見舞われたりするというようなことで、遅々として作業が進まずですね、もう長いことビートに乗っていません。家でもずっとタイミングベルトの話をしたり、調べ物をしたり、動画を見たりしているので、妻からはタイミングベルト中毒と呼ばれております。はい、今回はそのタイベル交換の第2話をお送りします。まず前回の動画のおさらいを少しさせていただきます。前回はこんな感じでやりました。新品のエクスパンションタンクつけました。5分ぐらい炙りました。お、いった、いるんだ。おお、すごい。よし、あかん、なんだ。なんでかい。よし、行ってみよう。おった。想像以上に綺麗でした。はい、こんな感じでいつまでたってもタイベルに行き着かないので、もうなんだかゴールのない洞窟を進む川口博探検隊になった気分です。ちょっと古いか。さて今回はタイミングベルトに行き着くべく、さらにいろいろと邪魔なものを外していきます。この日はまず補給ベルトを外すところから始めました。ビートはオルタネーターのベルトとエアコンのベルトの2本がありまして、それぞれを外していきました。映像の方はまず外側にあるオルタネーターのベルトを外しているところです。いずれのベルトもですね、支点となるボルトと固定用のボルト、それと調整用のナットを緩めていくという手順になります。整備書通りやればいいんですが、とにかく狭くて作業が難しくて、あと見えにくいところにボルトがあったりして、どれがそのボルトなのかが分かりにくくて苦労しております。こういう狭い部分の作業、あと下から寝転がって見上げてする作業ですね、この時に絶大な威力を発揮してくれるのが、私の動画でも何度も紹介しているトネさんの超ロング首振りラチェットメガネです。ここでも使っております。愛用してます。トネさん、案件お待ちしております。一通り緩めると、今映像にあるようにオルタネーターが前に動きますので、これでオルタネーターのベルトが外れます。しかしこのオルタネーターめちゃくちゃ汚いですよね。一体何年前に交換されたものなのか全く不明なので、これもどこかで入れ替えをしたいと思います。こうやってあちこち開けるたんびに、これも新品にしたい、あれも新品にしたいと思っちゃうところが、33年落ちの旧車をメンテする時のまさに沼だと感じます。どんどんハマっていっております。楽しいからいいんですけどね。はい、映像の方はエアコンのベルトを外しにかかっております。あいつは緩めないとダメです。めっちゃ手が入りにくい。ただこちらの方がですね、支点を緩めるためのナットがこんなに奥深くにありまして、これに困りました。今回ですね、後ろバンパーもマフラーも外さずに触媒だけ外して下から作業してやろうと企んでたんですけれども、どうしてもこのナットに工具を入れて上手に緩めることができないんですよね。私の持ってる工具だと、どれも帯に短し、たすきに流しという感じで、工具が届いても触れないとか、手が奥まで入らないので触れないとか、そういう目に遭いました。それでもついに諦めてバンパーとマフラーを外すことにしました。工具が入らなくてしょうがないので外します。よいしょ。なんだかもうここまで来るとやけくそですよね。できるだけ手抜きをしてやろうと思ってたのに、あっちを外しこっちを外ししている状況です。そして絶対後で組み終わったらボルトが何本か余って、あれこれどこのボルトやったっけみたいなことになるのが目に見えております。やばいです。そして旧車いじりをすることの別の沼はですね、この映像にあるようなサビです。開けてみたら必ずサビがあります。
でそれが気になって錆落としや錆転換剤を塗布しているうちにどんどん時間が過ぎていくというですね、いつまでたっても本筋に戻れないという、そういう沼でございます。そんなわけでバンパーを外しただけでも今錆転換剤を塗っているナンバー灯のステイですとか、そして今マフラーが外れましたが、マフラーもこれは比較的新しくて綺麗なので割と最近交換されたものだと思いますけれども、やはり若干錆が浮いてきているので気になってしまっています。そして極めつけがですね、この遮熱板ですね。恐ろしく錆びていてですね、今回はキリがないのでこの後ろにあるエンジンマウントは見なかったことにしてやり過ごそうと決めたものの、このサッビサビの遮熱板はさすがに放置できないレベルということで、また横道へそれて錆落としをやっていきました。これまでは錆落としは全部ワイヤーブラシで手作業でやってたんですけれども、さすがに翌々日の筋肉痛がひどくて、今回からはこのドリルで錆落としができるブラシを買ってそれでやりました。これはかなり効率よく錆が落とせてヒットでした。とはいえドリルを持つ手がだるかったりと錆取りの作業というのはやっぱり大変でした。一通り錆落としができたので錆を洗い流して錆転換剤を塗って後ほど塗装をしておきました。これだけでもかなりの時間横道へそれちゃいました。急がないと日が暮れちゃいます。はい、錆転換剤を乾かしている間にやっとエアコンのベルトを外すべくこのナットにアクセスします。邪魔なものを外しさえすればこんなに簡単に緩められました。やっぱり車いじりは急がば回れが基本だとまた学びました。そんなこんなでようやくエアコンのベルトが外れました。そしていよいよタイミングベルトにさらに近づこうということで、この助手席側にあるエンジンマウントを外していきます。がですね、またここでも手抜きをしようと思って外していなかったエンジンカバーの一部手前の方ですね、これが大変邪魔だということに気づきまして、これを外しにかかっております。本当に手際が悪くて見ていただいている方すいません。はい、カバーが外れたらさらに邪魔な吸気ダクトを外しておきました。これでいよいよエンジンマウントとご対面です。ここまで外せばマウントとそのブラケットを外すのはそんなに大変じゃなかったです。よいしょ。ただですね、1本だけめちゃくちゃ取りにくいボルトがこのブラケットについておりまして、これはもうスペース的にも抜くのが無理なもんで、本田さんも設計に大変苦労されたと思うんですが、抜いた長いボルトを収める逃げの穴がボディ側に開けてありまして、それがこの写真なんですけれども、もともとのマウントを固定するエンジン側に入っていた長いボルトの頭の方がボディのその穴に入り込んでいる様子を撮ったものです。面白い作りというか、狭いエンジンルームに高性能エンジンを詰め込んだエンジニアさんの創意工夫が見れて、なんだかロマンを感じておりました。軽自動車は日本の文化です。ちなみに取り外したマウントはこんな感じでした。見事に割れておりました。これはさすがに見て見ぬふりできないレベルだったので新品に交換したいと思います。また一つ沼にはまってしまいました。そしてはい、今ブラケットが外れました。これでエンジンマウントはすっかり取れました。はい、また今回もいつになったらベルト外すねーんという声が聞こえてきそうですが、もう少しです。辛抱強くお付き合いください。次に外すのはタイミングベルトカバーです。はい、やっとタイミングベルトという名前のパーツに行き着きました。嬉しいです。なんせ私タイミングベルト中毒なもんで。このタイミングベルトカバーですが、上下2つのパーツに分かれていて、上側は簡単に外せます。下側の方はまずボルトを全部外すのにも難儀しました。見えにくくて工具の入りにくいところにあるボルトがうまく回せずに苦労しました。そしてこの下側のカバーを外すためにはクランクプーリーを外さないといけません。ここがタイベル交換の前半の山場だと思っていたところです。おいおい、まだお前前半の山場来てなかったんかいと
思った方すいません。もう少しお付き合いください。このクランクプーリーですね、私の理解が正しければ単にタイミングベルトに印をつけて外してそれを新品側に移して駒がずれないように元通りに戻すのであれば上視点とかなんとかはあんまり気にせずに作業しちゃっていいと思うんですけれども、私今回は上側のカムシャフトプーリーも外してその奥にあるシリンダー識別センサーというのを交換したかったのでカムシャフトプーリーも外すことになるのでその時にずれたりして後で困らないようにということで念のためにクランク側を回して一番シリンダーの上視点を出しておくということにしました。具体的な作業はこんな風にエンジンの上にある窓から上視点を確認しながら足元でプーリーを回していくというちょっと根気のいる作業でしたがなんとか上視点に合わせることができたので、さていよいよプーリー外しに取り掛かります。前半の山場です。みんな大好きアストロプロダクツ。今回ですねこのためだけにアストロさんでこちらのツールを買いました。 50mm だったか六角で真ん中に穴が開いております。これをプーリー側にはめて共回りを防いでおいて真ん中のボルトを外していくというやり方になります。これネットの情報や先人の方の YouTube を見ていると皆さん相当苦労されているようでしたので、私はもう最初から文明の利器インパクトレンチでやることにしました。私の持ってるインパクトレンチ1/2分の1インチの 18V タイプなんで割と強力です。これで外しにかかります。よし。はい、今回ほぼ一発で緩めることができました。インパクトレンチ最高って感じです。あとアストロさんで買ったこの特殊ツールはインパクトでやる場合はもしかしたら不要だったかもしれません。でもつけるときに多分いりますね。このキーがはい、クランクプーリーが外れたのでいよいよタイミングベルトカバーの下側を外していきます。ボルトを数本外せばこの下側のカバーはエンジンブロックからはフリーになります。ただですねここからが大変でした。物理的にスペースがなくてカバーが抜けません。隙間よりもカバーの方が分厚いんですよね。仕方がないので少しでもカバーを薄くしてやろうということでまずはカバーについていたゴムのパッキンを外します。しかしながらそれでもまだ全然抜ける気配がないのでもうヒートガンで炙ってカバーを柔らかくしてから無理やり引っこ抜くという作戦に出ました。それでも簡単には出てきてくれませんでした。もうこれ外すのはいいけどほんまに戻せるんやろかという不安で心はいっぱいなんですけれども、ここまで来て戻れるわけないやろお前というもう一人の自分がどんどん背中を押してきまして作業は続きます。頑張ってみたんですが全然抜けてきてくれないので映像の方はいよいよ何を始めたかと言いますとサイドブレーキを取り外しにかかりました。もう目の前にあって作業の邪魔になるものはやけくそで外しにかかっております。もう後戻りはできません。元に戻せるかも分かりません。ここまでやりゃですねもうこのカバー外れてくれるかと思いきやあと一歩外れてくれません。もうこれ以上このカバーにかかっていると日が暮れてしまうと思ったのでカバーの中に隠れているいろんなものを外してしまえばカバーも一緒に取れるだろうという安易な推測のもとそれらパーツを外しにかかることにしました。まずはタイミングベルトの張りを司るテンショナープーリーというやつを緩めにかかりました。これは場所も上の方だし割と簡単に緩みました。緩んだところでベルトが取れそうだったのでカムシャフトプーリーとクランクプーリーとタイミングベルトにマークをしておきました。そしていよいよ皆さんお待ちかねの本丸タイミングベルトを取り外しにかかりました。
はい、ベルトを外すとですね、カバーとベルトがなんと一気に取れました。なんとも苦労しましたが、やっとここまで来ました。めちゃくちゃ嬉しかったです。あともう一息です。はい、外したカバーはきれいに掃除をして、取り外したベルトの劣化具合を確認しておきました。記録によると前回交換から8万キロ以上、そして17年経ったベルトにしてはまだまだ強度はありそうでした。ただ逆向きにこういう風に反らせるとこんな感じでケバケバになっていて、こういうところから破断していくきっかけになるのかなと思いました。ちなみに新品はこんな感じで全く破断しそうな雰囲気はなかったです。次に取り出したタイミングベルトにつけたマークを新品のベルトに移す作業をしました。コマの数さえ間違えなければ基本的に同じ長さの同じ山数のベルトなので、これは間違えようがないかと思います。はい、移し終えましたね。そして日付を忘れないように記入しておきました。ここまで来ると、あとはパーツをどんどん外して買っていた新品に交換していくという作業になります。今回交換するのは、ここについていたテンショナープーリー、アイドラープーリー、そしてウォーターポンプとサーモスタット、そしてシリンダー識別センサーになります。で、早速アイドラープーリーのボルトを舐めかけています。本当に懲りないというか学習能力のない男でございます。そして相変わらずどっち向きに回したらいいかわからなくなっています。もうこの頃から頭がだんだん回らなくなってきていることは明らかです。はい、プーリーが外れました。外したパーツは変な音もなくよく回ったので、まだ全然使えそうでした。でもケチなこと言わず全部新品に交換していきました。はい、次にウォーターポンプを取り外しにかかります。まずこのカバーを外しまして、次にウォーターポンプのボルト4本外してからちょっとハンマーで叩いて外しました。はい、無事外れました。ちなみにこのポンプ自体にも、そして先に外したカバーにも若干の水漏れの跡がありました。このぐらいは仕方ないんですかね、きっと。作業はまだまだ続きます。次にやったのはカムシャフトプーリーの奥にあるシリンダー識別センサーの交換です。そのセンサーにアクセスするためにはこの大きなプーリーを外さないといけなくて、そのために今回わざわざプーリーホルダーというのを購入しました。もう一体何ぼほどツール買うねんってことなんですけど、このツールでプーリーの回り止めをしておいて中心にあるボルトを外していくんですが、これがまた狭くて工具がうまくはまらなくてめちゃくちゃ苦労しました。これだけでも30分以上時間を費やしてしまいました。上からやったり下からやったり、プーリーホルダーをボディに当てて固定してやってみようと試みたり、もう思い出すのも面倒なぐらい上から下からあれこれやりました。しかもボルトがまだ硬くてなかなか緩んでくれません。しかしながら最後にはこんな感じで外せました。よいしょ。はい、ここもまたトネさんの超ロング首振りラチェットメガネで外しました。大活躍でした。ただですね、この時に実は私重大なミスを犯してしまってたんですね。それは後ほど触れさせていただきます。この時はそれを知らずプーリーがうまく外れたので気分を良くしてセンサー交換をやっております。はい、外したセンサーはこんな感じで新旧比較になります。真ん中の樹脂部分が完全に溶け落ちてしまっておりました。これビートあるあるのようで、この樹脂部分がこの部分から下のエンジンブロックにこびりついておりました。はい、センサーを取り付けたので、まだ頭が取り外した時の様子を覚えている間に新しいパーツをどんどんつけていこうということで元に戻す作業に入ります。まずはカムシャフトプーリーをつけて仮締めした後トルクレンチで締めます。この時はちょっと頭が回ってたのか、車の下からちょうどいい感じでプーリーホルダーをボディに引っ掛けて、そして上からトルクレンチで締めました。我ながらよくできたと思っております。次にサーモスタットも外して取り付けておきました。そしてアジャストプーリーとアイドラープーリーの新品をつけていきました。
はい、その後ウォーターポンプをつけまして紆余曲折を経てうまく全てのパーツがはまりました。いよいよ作業も終盤です。タイミングベルトを戻していきます。ベルトの取り付けですが、今回ベルトを外してしまってからその状態でカム側のプーリーを結構動かしてセンサー交換をしたので、まずカム側を上支点に合わせるようにしました。そしてベルトにつけた印の通りにまずカム側のベルトをつけました。ずれないように結束バンドでプーリーに縛り付けて下へ潜ってベルトをつけていきました。一コマずれてるな。そうしたらですね、今ちょっと言ってましたけれども、どうやっても一コマずれちゃうんですよね。今見えるように下のクランク側の印に合わせるとウオポンから先のベルトが余っちゃうし、つくようにつけるとやっぱり一山ずれちゃうんですよね。ということでこれは微妙にずれちゃったかなと思ってクランク側を少し回してコマを一つ進めることにしました。念のためエンジンの上の小窓から覗いて上支点を確認するとやっぱり少し上支点より戻ってる感じでした。そこでまたプーリーを戻して専用工具をはめて若干回してみました。行き過ぎちゃったよ。はい、今言ってた通り実はこの時若干回しすぎちゃったんですよね。仕方がないのでもう一周半時計回りに回して上支点を合わせるように試みました。なぜならばですね、整備書によると絶対に逆回しするなと書いてあったんですね。絶対にというのはかなり強い表現なので、真面目な私は逆回しせずに元の位置に戻すためにまたクランクシャフトを正回転、つまり半時計回りに一周させてみようと試みました。ところがですね、あれなんで？こんな風にクランクシャフトがある場所から一向に回らなくなってしまいました。何回かこんな風に力を入れて回してみましたが、うんともすんとも言わずでした。最終的にこうなりました。今日はちょっとギブアップだ。何が起こったかと言いますと、タイミングベルトをはめようと思いまして、まずは上支点出してですね、アップマークがあってヘッドの面とこのマークが平行になるようにセットしました。で、上支点を確認しようと思って窓から覗いたらちょっとずれてたんで回して調整しようと思ったら、なんか急に途中まで回ってたんだけど回らなくなっちゃったんですよね。でもうテコでも動かんぐらい回らなくなっちゃった。だからちょっと何が起こったのか分かんないんで、ちょっと冷静になって考えてみようと思います。今日はもう疲れた。私の動画ですね、有名車整備系 YouTuber の方々みたいに華麗にやれずもたもたしているところばかりなので、皆さん歯がゆい思いで見ていただいていると思います。今回も最後にやらかしてしまいました。この動画を編集している時点で結構深刻なダメージをエンジンに与えてしまった可能性が高いことだけは分かっています。それもまた今後動画にしてご説明したいと思います。この日の反省はですね、ゆっくり時間をかけて慎重にやればよかったんですが、もうあと1日でなんとか目処をつけてやろうと思って自分を追い込んだのがいけませんでした。急いでやっていいことなんて何もないですよね。いつでも車がいじれる屋内ガレージが欲しい。本当にそう思います。先に言っていた重大なミスっていうのは、タイミングベルトを外す前にカムプーリーのボルトは緩めておくべきだったというものです。そしたらベルト山が変にずれることもなかっただろうし、そっとプーリーを外してセンサー交換ができたと思います。ということで、次回リカバリーになるか、それともエンジン壊しちゃったか、そのあたりを解明していきたいと思います。どうぞ素人の DIY を温かい目で見守っていただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。動画作りの励みになりますので、チャンネル登録といいねボタンをお願いします。それではまた。